皆さん、日本の生活イメージはどんなことをイメージしますか？例えばね、日本の経済については、いろいろ言われてることがあるんだけど、給料については20年前からあんまり変わってないっていう結果が出ております。こんにちは、ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。今日のテーマは日本の生活って苦しいの？っていうテーマについて少しね、私の体験談も踏まえてお話できたらいいなと思います。はい。で、最近ね、私は神社に行ってきたんですけど、神社でおみくじを引いてきました。皆さん、おみくじってご存知ですか？おみくじは神社に行くと100円か200円か300円ぐらいで払ったら引ける、こういうね、紙、なんかあなたの運勢は今年はこうだよみたいな感じで書いてある紙なんですけど、一番いい運は大吉と言います。ちなみに私はドン、見えるかな？ピント？吉でした。吉の運勢でした。私はそのおみくじを買うときに、私は最近いいことが続いてるから大吉かなって勝手に思ってたんですけど、吉だったので、吉って中ぐらいの運勢なんですけど、ちょっとショックでした。でもこの紙1枚で全ての運勢が決まるわけではないので、よしとします。皆さんももし日本に旅行に来たりして神社に行くことがあったら、ぜひこのおみくじを引いてみてくださいね。なんかいろんなことが書いてあります。あなたの仕事についてとか、あと恋人について、結婚についてとか、子供についてなどいろいろなことがね、運勢書かれてますので、面白いのでね、ぜひね、試してみてくださいね。はい。おみくじの話は以上になります。で、最近ね、私がちょっとハマってることがあって、それは読書です。読書。皆さんよく読書しますか？読書というのは本を読むということです。読書。私は読書よくするんですけど、私が好きな分野、私が好きなフィールドはスピリチュアルなことが大好きです。例えば神様のこととか、なんかこういう例えばね、トイレ掃除をしたら運が良くなるみたいな、そういうちょっと現実とは離れてるけど大事なことみたいな分野が大好きです。それをスピリチュアルって言うんですけど、最近ね、日本でも結構スピリチュアルの本が人気になってて、そういうスピリチュアルなこと、好きな人たちのことをスピってるって言ったりします皆さんスピってますか？私結構スピってて何冊も何冊も本読んだんですけど、最近買ったんですけど、この本は定価、本の価格新品で買うとなんと15,000円プラス税金がかかります。なので1万いくらだ ?6,500 円ぐらいしますね。でも私はこれをメルカリっていうフリマアプリで買ったので、だいたい1万円ぐらいで中古で買いました。こちらになります。この強運の法則っていう本になります。この本はどうしたら私たちの頭の中がいい運勢とかいいアイディアとか、あとは例えばこれはね、そもそも社長向けに書かれた本なんだよね。で、私はその社長になりたいんだよね。社長になりたい。だからでも社長になりたいんだけど、私の頭の中はたまにこれってできるかなとか、これってどうだろうみたいな、できないかもしれないとか、
ネガティブなことをよく考えることがあるんだよね。新しいことを特にチャレンジしたとき。だから、どうしたら自分の頭の中を常にポジティブに保つことができるんだろうかっていう感じで探したのがこの強運の法則っていう本です。この本は特に脳科学、脳のその神経がどういうふうにこういう時扱われてみたいな脳科学の視点から書かれている本になるので、すごく理解しやすいなと思いました。もしこの本興味ある人はぜひ読んでみてくださいね。はい。皆さんもおすすめな本ありますか？もしよかったら私のコメント欄でぜひシェアしてくださいね。はい。さて本題に戻りますが、日本の生活は苦しいのっていうことで、皆さん日本の生活イメージはどんなことをイメージしますか？どんなことをイメージできますか？例えばね、日本の経済については、いろいろ言われてることがあるんだけど、給料については20年前からあんまり変わってないっていう結果が出ております。なんか、アメリカとかカナダとかオーストラリアはどんどんとか韓国はどんどん給料が上がっているのに、日本は20年前から変わってないという研究結果があるみたいです。そして税金もね、しっかり取られるし、あとは今は円安なので、円が安いので、円安ということは、日本人が海外に行った時に、円が安いので、例えば1万円をドルに変えたら、これまでは70ドルもらえてたのに、今は50ドルしかもらえないみたいなイメージなんですけど、そういう状態なので、海外旅行に行く日本人もおそらく少なくなってるんじゃないかなと思います。全体的にね。お金持ちの人とかはもちろんいるから、ね、人によっては違うんだけど、全体的にはそんなイメージが私の中にはあります。あとは物価も上昇しています。物価って何ですか皆さん。物価というのは、物の金額のことです。例えば、私今これコーヒー飲んでるんですけど、見えるかな？こぼれるそう。これね、コーヒーの豆は日本の国内では作ることができないんですよね。あんまり。だから海外から輸入してるものになるんですよね。海外から輸入してるので、コーヒーの豆の価格は今円安ですので上がり続けています。例えば前 100g じゃないや。500g、例えばね、500円で買えてたコーヒー豆が今は800円ぐらいします。500g800 円。300円ぐらいね。物の値段が上がってますね。コーヒー豆に関して言うと。はい。皆さんの国は物価が上がってますか？それとも変わってないですか？どうかな？あとね、なんか戦争とかの影響もありますよね。例えば、ウクライナとロシアが戦争した時は、日本の国内でも、なんかいろいろなものがね、値上がりしました。なんか小麦とかね。皆さんの国はどうかな？戦争の影響はあるかな？うん。でも、こんな一面もあるんだけど、日本のいいところもあると思うんですよね。例えば、税金って私のお給料、例えば会社が私のね、実際のお給料は、会社が私に25万ぐらい払って、5万円ぐらいは税金になります。なので、私がいつももらえるのは、9万円、8万円くらいになります。だから5万円は税金とかね、なんか国民年金っていうのがあるんですよね。この年金っていうのは何かっていうと、65歳以上、70歳になった時に、働けなくなるじゃないですか。なんか体がさ、年老いてきて。その時に、
国からね、これまで働いてきたお金を毎月毎月一定額もらえるっていう制度が年金の制度になります。はい。で、年金と、あとは保険。例えばね、病院に行くときとかの保険料を払ってます。あとは税金ね。税金を払ってます。それで5万円ぐらい。ね。まあ確かにね、税金が高くて、なんか、うわ、こんなに持っていかれるのみたいな、思っちゃうこともあるんだけど、いいところももちろんあると思っていて、まず一つ目は、日本は安全だし、そして2番目は、インフラが整ってるし、インフラが整っているというのは、例えばバスとか電車とかね、がちゃんと通ってるし、あと道路とかが綺麗だしっていう意味です。それがインフラが整っているという意味ですね。はい。で、あとは健康保険を毎月その保険料っていうのを払ってるんだけど、例えば私が風邪をひいた時に、私は3割負担なんだけど、だから例えば病院が1万円本当はかかったんだけど、保険料をいつも納めているので、本当は1万円だったら私は3000円払うだけで済みますよっていう制度になります。まあこれに関してはね、すごくありがたいなと思っていて、なんか他の国だったら全額自分でほとんど払わないといけなかったりとか、すごい重たい病気になった時に、なんかもう家を売らないといけないくらいお金払わないといけなかったりとかすると聞いたことがあるので、その制度についてはすごくいいなと思います。また、高額医療制度といって、毎月いくら以上の、医療費に関しては国が負担しますよっていう制度もありますので、その点についてはすごくなんか恵まれた国、例えば病気になったりしても生きれる国だなと思います。なんかね、のたれ死なないでいいっていうか、のたれ死ぬっていうのはもうなんか、病院にも行けないし、もういいやみたいな感じ、ね、にならなくていいなと思ってます。その点に関してはね。で、まあでも、日本の生活は苦しいかっていうことの話に戻った時に、どんなことが苦しいんだろうって思ったら、やっぱりお金のね、ことを考えました。私は今、ここは私の父と母の家なので、一緒に暮らしてますので、生活費とかがね、一緒に住んでる分、ちょっと安く抑えることができます。あとは家賃とかね。私は父と母に25,000円毎月家のお金とご飯食べるお金を渡しています。なので、残りは、例えば19万円もらったとして、それから25,000円引いて、あとは3万円ぐらい私奨学金を借りているんですけど、奨学金って、日本の奨学金って、もらえる奨学金ももちろんあるんですけど、大体の奨学金はもらえない奨学金が多くて、それを結構みんな借りてるんですよね。例えば大学に行く場合だと、私大だと大体300万から400万ぐらい年間トータルでかかるので、みんな借りてたりします。看護師の人とかもっとかかります。1000万とか。あと医者の人はもっともっとかかります。なので、今、2人に1人が奨学金を借りてるので、例えば、一人暮らしをしてる場合だと、家賃のお金とかね、あとはご飯買うお金、あと奨学金とかね、含めたらもう、私ぐらいの給料だったら、貯金があんまりできないんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとずつね、例えば1万円、2万円、3万円ぐらいずつは貯金できると思うんだけど、がっつり貯金はできないんじゃないかなと思います。私はこの実家っていうのは両親が住んでいる家のことを言うんだけど、実家に住んでる分だけすごく恵みが多いなと思っています。なんでかっていうと、
生活費とか、あとは家賃のお金をすごく安く抑えることができるからです。なので私はだいたい月に7、8万円ぐらい貯金することができます。皆さんは毎月いくらずつぐらい貯金してますかね。よかったらコメント欄でね、教えてくださいね。まあそんな感じで、日本に住むのがおすすめな人っていうのはどんな人かなって考えた時に、まあなんだろう、その人によるかなっていうのは、これはねぶっちゃけて思いますね。例えばなんだろうな、日本の文化にすごく興味があってとか、日本語がすごく上手でとかね、あとは綺麗なところに住みたくてとかね、いう人はおすすめなんじゃないかなと思います。そして日本の生活は苦しいのかどうかということに関して言うと、まあお金の苦しさもあると思うんだけど、心の苦しさってあったりするよね。例えば日本で生きていると同調圧力っていうものがあったりするんですけど、皆さんこの言葉聞いたことあるかな。同調圧力っていうのはみんな同じであることが正しいみたいな考え方のことです。あとは空気を読むとかね。空気を読めない人のことを KY って言ったりします。空気読めないの頭文字で KY って言ったりします。あとはまあそういうのはあるんだけど、でもだんだんその日本の社会も最近は変わってきてて、リモートワークとかねして海外に住みながら日本の企業で働いたりとか、あとは副業 OK な会社もね増えてきてるんだよね。だからその点に関しては社会全体としてちょっとずついい方向になっているんじゃないかなと私は思っている。そうだね。日本って昔すごくお金の持ちの国って見られてたみたいなんだけど、みんなは日本のことをどう思ってるかな？そうね。そんな感じで今日の話題を、まあそんな感じなんだけど、20代の日本の平均年収は300万円から400万円。年収ね。年収っていうのは12ヶ月間の給料のこと。1年間の給料のこと。これは税金を引かれる前の金額ね。この金額は東京か、あとは地方か。地方っていうのは福岡とか、あと名古屋とかね。東京じゃないところを地方って言うんだけど、によってまあ金額は変わってきたりするんですけど、あと職業によっても違いますよね。エンジニアなのか、販売職なのか、それとも教師なのかとかね、あと営業職なのかとか、バラバラです。はい。あと経験値によっても給料は変わってきます。まあこんな感じでね、今日のテーマについてお話を終えていきたいと思うんですけど、結局日本の生活って苦しいのっていうことで、私にとっては実家で暮らしているっていうのもあって、あんまり苦しくはないけど、もっとお給料もらえたらもっと嬉しいなと思うなっていう感じですね。はい、以上でこのテーマについて、終わっていきたいと思います。私は最近花をね買ってきて見るのが好きなんですけど、綺麗でしょ？はい。ではね、以上で私のポッドキャストね、終えていきたいと思います。今日もね、最後まで聞いてくれて本当にありがとう！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 はい。じゃあ今日、来週1週間もね、すごく皆さんにとって愛のあふれる素晴らしいね1週間になることを祈って、ポッドキャスト Japanese Podcast with Young を終えていきたいと思います。ではね、またね、バイバーイ。